はい、帰ってきました。今日も魚に何かを流して比べていこうと思うんですけども、前回最後に予告したように、今日はこいつジェルのおもちゃ、これを使って有名な血抜きをしていきたいと思います。今日の実験でやることは、これで魚に醤油を入れてみる。入るかどうか分かりませんけどね。でそれと比較対象としてもう一個水道水を入れるっていうのをやっていきます。で水道水入ってるか入ってないかわからないので、ターメリック、ウコンですね、カレーとかに入れるかなり粒子が細かいので水道水に混ぜても色の確認に使えるかなと思ったので、ターメリックを溶かした水道水を入れていきます。片方はこれの威力は動画があるのでちょっとそちらを見てみてください。これぐらい威力があります。もっと圧を高めれば最大6メートル飛ぶらしいです。ちょっと先がホースじゃなくてこのちっちゃい穴から出るので、ちょっとホースを押し当てるのとは違うことになると思いますけども、とりあえず血抜きができるかどうか、それを検証していきたいと思います。その辺にあった醤油で、もう片方が水道水にターメリック、ウコンですね。ウコンどれぐらい入れたらいいのかな。すごい匂い。入れすぎたかな。てか溶けてないですね。なんか粒子が全然残ってる。かなり細かい粒子みたいなんで血管に入るんじゃないかと思ったんですけど、一回やってみましょう。すごいなこれ。で今回の食材がマダイです。それでは締めていきます。アサシンナイフで神経締め。入った。OK でもう一匹いきます。もう一匹も脳天締めと神経締めしていきます。こっちも神経締めが終わりました。なんでお前は動いてんだよ。でこの上をでこれも上をそうか、ここ切らなくてな。こういうことですね。でこっちもこういうことですね。よし OK。 それでは入れていきましょう。まず醤油入れましょうか。醤油ね。入らんかな。ちょっと待って。出てる？どうやろう。さばいてみな分かんないね。で次こっちはターメリックいきます。こっちから出ましたね今。さあ両方終わりました。
まずお腹を割っていきましょう。これターメリックの方ですね。なんか浮き袋にターメリックが入ってます。内臓にはね簡単に入るんで、問題は2ですよね。腎臓にはちょっと血が残ってます。ではちょっとさばいていきましょう。それではオープン。入ってませんね。全然入ってない。どういうことやろ。ここの主要な血管は通ったと思うんですよ。尻尾からビューってなんか出てたから。もう半身も下ろしてみます。醤油で血抜きした方をさばいていきましょう。またお腹から割っていきましょう。そうそう、お腹には簡単に入りますからね。醤油まみれ。醤油まみれ。そしたらさばいていきましょう。それではオープン。入ってないよね。どういうことやろ。ちょっと裏もさばいてみます。全く入ってないですね。これはここの醤油がついただけなんで全く入ってない、イコール血も抜けてないってことなんですけども、もうここの主要な血管、ここの血が抜けてるだけやと思います。じゃあちょっと食べてみましょう。味しないでしょうね、この見た目やったら。なんか皮目の血を抜くとか言ってるから、皮目に行ってたりしてないか。皮を引いてみましょうか。どうです？これ入ってんのか。ここちょっと茶色い気するけど、でも入ってないよね、これは。ちょっと食べてみます。入ってないですね。ってことは血抜きはおそらく血も抜けてないですね。どういうことやろ。ちょっと醤油入ってて欲しかってんけどな。翌日です。昨日これで有名な血抜きをして、ちょっと一つの仮説を立てました。この腎臓のとこから血入れて尻尾のところ切るから圧がここから抜けるわけじゃないですか。だから真ん中の血管一本の血は完全に抜けてるけど、この身の方には全く醤油の色はついてなかったので、全然水道水も何も入ってないと思ったんですよ。でニベとかで鱗剥いだ時に皮目から水道水と血が染み出してきてる動画を見たことがあるんですけど、それは鱗を取ることによって圧が抜けるちっちゃい穴が皮の表面にできてるから、そっちに水が行くのであって、もし尻尾を切らずに片方だけ鱗を剥いで血抜きをしたら、そっち側の身にだけ醤油が入るんじゃないかと思ったので、それをちょっと今からやってみます。でこれ昼間生かしてバッカンの中にブクブク入れて持って帰ってきたんですけど、さすがに10時間ぐらいバッカンに入れっぱなしにしてたら死んでました。とりあえずやっていきます。ちょっとやりやすいようにここ切ります。おとなしくしといてな。でアサシンナイフでこの上を、死んでるからあんまり血は出てこないですね。で尻尾側は切らずにこっち側だけ鱗剥ぎます。しかも下半分だけ。お、血が出てきた。これで準備完了。こっち側の下半分、尻尾側半分だけ鱗を取ってます。それではまだ昨日と同じこのチェルのおもちゃを使って醤油を入れていきます。それではいきます。いくで、ちょっと静かにして。出てこないのか。手も見せてよ。もう一回入れてみます。ではもう一回いきます。
けどネギはまるでほら見て。出ないな。出ないな。身が見えた。こら出んねん。今ので初めて入ったんか。圧が漏れる場所がないと入らへんってことやね。こっちは入ってないんかな。よし、それでは鱗を除去してさばいていきましょう。この中も出していきましょう。中には入ってますね。パパ好き。パパもちょっと大好き。ではさばいていきます。それでは鱗取った方、こっちをさばいていきます。オープン。これでも入らんか。反対側をさばきます。反対側もオープン。まず全く血が抜けてない。これでなんか全く醤油は染み出してこないですね。でも撮影しないから、いいよ。ママと一緒に遊びに行こう。分かった。じゃあ開けて。どういうことや、わからん。ここには醤油は入ってる。皮引いてみようか。醤油は入ってない。なんだけやっても入らない。醤油の味はしない。それでは最終実験を始めます。最終実験を始めます。最終実験の魚はガチャンガチャン。サバ。死にかけてる。とりあえず脳天締めします。弱っていい。入りました。これも荒元気やな。この前ので醤油がなくなったんで、今日はかば焼きのタレ、これを流します。で、こっちのが新鮮そうやから究極の血抜きこっちでやるか。ほら見て。ママ抱っこして。出るの？いきます。ここちびっこみたい開けたい。ねえ、パパ、ここちびっこみたいやん。ちびっこみたいな。入らへんねのか。出ないよ。ちびっこみたい。ねえパパ、パンマンみたい。こっちでかけてあげようか。ほら見て。究極の血抜きはこれで終わり。こっちは狂気の血抜きをやっていきます。シール見せて。顔は編集できる。パパ、これちょっとだけ直しとく。直して。で、6FR のカテーテル。あ、そうか。一回。中にタレを通す。OK、入った。では入れていきます。さっきのポンプの血抜きみたいに圧はかけてないです。こっから血が出てきてます今。直
まあいいや、これでさばいてみよう。20ml のシリンジ 2.5 本 50ml しか入れてません。しかも圧はあんまりかけずにゆっくり入れました。じゃあ究極の血抜きの方からさばいていきます。まずお腹を割っていきます。お腹には当然入ってます。もうこのまま頭を落とします。それではさばいていきます。身には全く入ってないです。凶器の血抜きの方をさばいていきます。それではオープン。なんでやだ。これが入ったっていうことです。究極の血抜きでどんなに圧かけても身に材料は入らないです。凶器の血抜きでたった 50cc 圧をかけずにシリンジをゆっくり動かしただけです。それでこんだけちゃんと味が入ります。真ん中で切ります。流した量が少ないんですけど、均等には染まってませんけども、皮目に向かって味が入ってるのが分かります。究極の血抜きの方も切ってみますね。全く何も入ってないです。生で食べてみます。いただきます。かば焼きのタレの味がします。結構美味しいです。今回たくさん実験したんですけども、一旦これで終わります。かば焼きのタレ流したサバ結構うまい。これでも焼いたらめっちゃ美味しいと思う。今回の実験はここまで。これで実験が全部終わりました。結構衝撃的な結果だったんじゃないでしょうか。今回一番突っ込まれそうなのが、あのおもちゃでちゃんと材料は入ってないんじゃないかって言われそうなんで、それはごもっともです。で、今先がホースで水道ぐらいのやつで醤油とかいろんな材料を流せるものも考えてます。てかもう買ってあります。ちょっとしばらくやりませんけども、究極の血抜き自体ほとんどやったことがないので、もっと練習してきっちりホースを入れれるようにして検証していこうと思います。でも今回のおもちゃで材料が入ってると仮定すれば、今回の結果を見れば、どういうことか大体わかると思います。結構ね、最初なんか思った結果じゃなくて、結構醤油が入ると思ってたんですよ。で、はい、これで水道水も身に入ってることですよねっていう感じで終わると思ってたんですけど、全然身に入ってなかったので、ちょっと仮説をいろいろ立てて検証していきました。今回の一番大きな仮説は、そもそも究極の血抜きは真ん中の太い血管以外の血は何も抜けてないのではないかっていうこれですね。これがもし事実であれば、真ん中の太い血管以外の血は抜けてないし、水道水も中心を通過するだけだから、逆に身にも水道水はそんなに入ってないのではないかと思いました。なぜ美味しくなるのかっていうのをおっしゃってましたけど、水が身に入ってないので、もともと美味しかったんじゃないのかなっていう感じです。あとは熟成過程はしっかりしているので、それも理由ではないかなと思います。結論、血管カニュレーション以外の方法で全身に水や醤油を送るのは不可能だということです。でも今回の検証が正しければ、今までの話の辻褄が合ってくると思います。例えば腎臓からの血抜きで、ホースの血抜きで海水流したけど味がつかなかったって言ってましたけど、それはつかないです。だって血管にも、真ん中の血管には通ってますけど、身の中に入っている血管にも身の中にも材料は全く入ってないので、味がつくわけないです。で、今回動画の途中で柵にちょっと醤油の色がついたりしてたとこがあると思うんですけども、もうなんか包丁とかまな板についてる醤油がちょっとつくだけですぐ色がついちゃうんですよ、柵に。でも全く味は入ってないし、中に醤油は入ってませんでした。とにかく高圧であんだけ醤油入れても味も色もつかなかったけど、血管管流であればたった 50cc20ml シリンジを2回半ゆっくり押し込むだけで身に色も味もつくっていうのは分かったと思います。それが全てです。ちょっとしばらく検証動画が続いたんですけども、また味付け動画に戻ります。TikTok も1ヶ月半ぐらい放置してるので、ちょっとしばらくは今まで通りの味付け動画に戻ろうと思います。今回はここまで。
最後までご視聴ありがとうございました。興味がある方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。